人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって。はい、ということで、9日目。まあ見ての通りね、なぜか元気です。で、時々ね、飯食うタイミングとかで出てきてる加藤くんっていう友達がいるんですけども、その人曰くですね、食事制限をね、ずっと続けてると、脂肪を主なエネルギーとして使えるように人間の体の中が変化していくらしいんですね。で、それが移行期間が数日間かかるらしくて、脂肪を燃焼するフェーズに入ると元気になるんですって。ということで、それなのかわかんないですけど、とにかくね、僕は今、元気です。はい。で、今日は、何もね、イノシシとか鹿とかかかってなかった場合ですね、海まで歩いて行って、魚を取ります。海水温ってね、基本的に気温と2ヶ月遅れてやってくるんで、今11月なんで、9月の水温ぐらいなんで、多分、どうだろうな俺の予想は19度ぐらいなんですよ。真冬の海もね、15度とか14度とかなんで、ギリいけるんじゃないかなーって思ってるんですけど、1時間ぐらいしか潜れないと思いますけども、ゴリゴリやっていきますよ。できれば石垣台、ヒラスズキ、クエが取れたら最高だけどね。マサルが嫌がってるのにはお恥ずかしい理由がありまして、ウェットスーツはね、何枚か持ってるんですけど、もう太りすぎてね、ようやく入るのが1枚だけしかなくなっちゃったんですよ。で、その残されたやつがめちゃくちゃ生地が薄くて、マサルは1時間しか海に入れないと予想しているわけですね。で、今からね、仕掛けを見に行くんですけど、何も取れてなかった場合は、もうこっからはね、本当に9日目にもなるんで、薪を集めるのに苦労するとか、食べ物を集めるのに苦労するとか、なるべく終わらせていきたいので、干し柿の皮を剥いて、糖質はいつでも食べれるようにしていきます。ただ、俺は干し柿好きじゃないです。はい。別に美味しいと思ったことは一度もないですが、まずいから食わないとか言ってたら死んじゃうからね。そんなことを言ってる暇はないと。じゃあね、仕掛けを見に行きましょう。よーし、じゃあ一つ目。測っててくれ。頼む。昨日仕掛けた、一番うまく仕掛けられた仕掛け。本当に鹿っていっぱいいるの。ずーっと鳴いてるの。マジでいて。お願いお願いお願い。頼む。うわー、どうしてだよ。クソったれめ。クソが。なんでいないのよ。最悪。もうお腹すいたって。よし、二つ目見に行こう。待って、やばいもん見つけた。いやー、確認するもんだな。超特大級のムカゴです。こりゃ特大だ。でっか。これはもう俺の宝物だ。次は5日目に仕掛けた仕掛け。果たしてかかっているのか。はい、2つ目。もうここはかかんない気がしてきたな。でもな、厳しいな。マジ頼むぜ。マジで頼む。いやーもうこれほんまにね、正解がわからないんで、めちゃくちゃメンタル的にね、来るんですよね。はい、3つ目。もうどこにあるかもわからなくなってきたね。ここだよ、ここ。踏めよー、マジで。なんで踏まんのよ。はい、箱穴が見えてきました。何にもここ反応ないよね。今日魚取れたらさ、魚の頭でも入れてみようと思う。さて、昨日かけたやつね。本命。だってあれ、あそこのさ、獣道上がろうとしたらさ、絶対にかかるもん。頼む、ほんまに頼む。お願い。9日間飯抜きとかさ、昔の芸人の罰ゲームじゃん。もう現代でやったら炎上するやつだよ。あー、いないいないよ。こんな綺麗に仕掛けてるのに。くそ。さあ、どんどん剥いていこうか。干し柿作るの初めてや。そういえばさ、干し柿、俺の地元山口県では結構売ってあるんだけどさ、東京であんま見たことないな。東京の人はあんま食わんのかな。ちなみにこの干し柿をいっぱい集めて発酵させると、柿酒っていうね、お酒ができるらしいんですよ。で、その柿酒をさらに発酵させると、柿酢っていうものがね、できるらしいです。一応ね、酒造法っていうものが日本にはありますから、勝手にお酒作ったら逮捕されるんですけど、この過酷な環境がね、お酒でも飲んで現実逃避したいよね。正直な話。ちなみに 5% から10何%ぐらいまでの度数で作れるらしくて、10何%って言ったらさ、もう日本酒と同じぐらいやん。どんな味かわからんけどさ。で、ちなみにこれ、皮どんどん落としてるんですけど、ここの土地の所有者にね、許可取ってますんで、皆さん普通にこうやってボンボン捨てたらね、ダメですよ。ちょっと許可取ってから捨てないと。
本当に切れないナイフだな。まあでもこれがあればマジで今回のサバイバルは勝ったようなもんですからね。あとは生活する場所をどれだけ整えていけるかっていう話。はい、ということで剥き終わりました。ではね、こっから結んでいきます。まあ3つずつぐらいでいいんじゃないかな。どうやって結ぶの？でも上の方で結んでるイメージあるよね。肩結びでいこうか。うわ、この集中力なくなった状態でこれやるん結構だるいな。肩結びもうちょいしてや。どうやらこれ枝の部分を結ぶらしいんですけど、マサルはそのことを知りません。てか枝の部分残して積むの結構難しくない？いける？これで。いけなさそうだな。よしよし、肩結びや。イライラする。もう分からんけどちょっと引きちぎれるぐらい。よしよしよし。うわー、なんだよ、半分に割れちゃったよ。もうこんなんさ、もうこのまんまでいいんじゃない？どうせ動物も食わんし。もう今俺に結ぶ気持ちが残ってないわ。あっちのね、晴れてる方に置いていきます。もうね、気持ちが残ってない。いや、もうちょいね、糖質とか足りてれば全然結ぶんだけど、ダメだ、今日は結べない。無理なもんは無理や。これで動物とかにね、食われたりしたらもう俺切れる。あ、この砂利の上がいいね。これでよし、乾燥しろよ。海で見つけたこれめっちゃ便利。はい、それではね、ようやく柿が終わりました。っていうか、なんかさ、俺ハゲてきてね、おすすめのハゲ治療あったら教えてください。いつでもハゲ治療の人案件待ってます。このおでこをなんとかしてください。いつも髪をね、なんとかね隠してるんですけど、もうなんか隠せないんだよね。でもまあ今日ね、海行くんで、海行ってでウェットスーツのまま帰ってくるんで、川でねちゃんと髪洗ってまともな髪にしましょう。で今一番困ってるのがね、これ充電するものが多すぎて、バッテリーがね、これ見えるかな。1日 30% ぐらい使うんですけど、バッテリーが厳しいんですよね。2つ持ってくればよかったけど、2つは持ってない。ちなみにこれがね GoPro のバッテリーです。これ GoPro こんな感じで3つ入ってます。バッテリーが厳しい問題。そうだからね、これ iPhone って画質悪いんですけど、一眼のねバッテリーが今ゼロになっちゃったんで iPhone で撮影しております。朝ねめっちゃ元気とかね言ってたんですけど、正直めちゃめちゃ疲れました。今歩数調べたら7000歩歩いてました。 iPhone は電波なくても歩数調べられるんだね。ということでまあ2時間半ぐらい寝て、そっから海行きます。濁ってなければ魚は絶対取れる。で取れすぎたら干物にします。なんかさ、このカメムシが無限にいるんだよね。でめっちゃね臭いの。めっちゃ臭くてさ、これどうしたらいいの？これオロチンユウさんとかさ、ホモサピさんだったら食べるんだろうな。俺本当にカメムシ嫌いだからさ。はい、ということでね、ウェットスーツに着替えるんですけど、一つ問題がありまして、このウェットスーツねペラッペラなの。ウェットスーツって大体ね1ミリからマックス8ミリぐらいまであるんですけど、1ミリはもちろんクソ寒いラッシュガードみたいな感じで、8ミリはめっちゃあったかいんだけど全然動きづらい。11月の後半潜るんだったら、5ミリがちょうどいいね。5ミリがちょうどいいんだけど、私太りすぎてですね2ミリのやつしか入んなくて、2ミリを持ってきたんですけど、こんな食べ物ないんだったら5ミリのやつでも入ったから、5ミリのやつ持ってくればよかった。くっそ。でも超絶動きやすいんで2ミリで戦っていきます。てかどんだけ俺痩せたか確認したい。1日目の太ってるやつと比較してほしい。もう腹筋割れてんじゃない？9日間超頑張ったよ。もう腹筋割れてる俺が見れるんじゃないか。あれ？うわ、ちょっと腹筋のさ、この横のラインが見えてきてる。全然筋肉がない。筋肉だいぶ落ちたな。でもまだ全然脂肪あるな。多分 20% ぐらいあるな。みんなそんな見ないで、恥ずかしいから。うわ、着やすい。痩せだから着やすいぞ。めっちゃくちゃ着やすいじゃん。
今日潜れて30分ってとこだね。マサルは今回大きな間違いを2つもしてしまった。普段マサルが潜ってるのは南国沖永良部島。11月の水温は25度から28度。19度にビビりすぎて30分で低体温症になると判断してしまったのだ。しかし現実はそうではなかった。牡蠣なんて向かずにいの一番に海に行くべきだったのだ。いや潜れて1時間ぐらいかな。あとは気合。寒いて。うわ痩せたな俺。なんかビフォーアフが両方デブなんで分かりづらいんですけど、ウェットスーツは信じられないぐらい着やすくなってました。寒っ。ほらブカブカでこの辺余ってるでしょ。よーしこれで魚を一掃してやろう。この体勢まで来ればそんな寒くないね。よし行ってやるぜ。しゃあ準備できましたよ。結構お荷物です。釣り人と魚つきやるやつは頭がいかれてます。ポイントまで1キロ歩くなんて当たり前。5キロでも歩きます。アドレナリンが湧いてきた。そして気づいたことがある。ウェットスーツ着て服着たらめっちゃあったかい。こんだけあったかいんだったらさ、最初から着とけば薪をくべてあったかくなるようにして2時間ごとに目覚めたりしながら寝なくてよかった。くっそ。いやでもそれはずるか。サバイバルやるのにそれはずるいか。まあとりあえずね出発しますわ。寒っ。やっば。やっぱね、最初はね、どうしてもめっちゃ寒いんですよね。浮かれてるこれは。あとね、紫ウニがめちゃくちゃいるんですけど、本当にこいつら嫌い。漁業権がかかって取れない上に、足とかケツとかに刺さりまくるんですよね。はい、ということで久しぶりの素潜りでございます。ウニの量がね、ほんとすごいよね。まあこんな感じの浅瀬がですね、200メーターぐらい続いていました。浅瀬だと海底まで見えてすごい綺麗ですよね。ただね、沖まで泳いでみるまでなかなかね、透明度っていうのはね、わからないんですよ。さて、沖まで来ました。で、ここでね、2つ目の失敗なんですけど、意外と透明度があるんですよね。だいたい9メーターから10メーターぐらい先まで見えますね。そして皆さん、キラキラしている気泡のようなものが見えるでしょうか。これなんだかわかりますか？驚くべきことに、これが全て小魚の群れなんですよ。そして今回の2つ目の痛いミスがあるんですよ。まあこんな感じで俺が使ってる森って3本のシャフトをつなげてるんですけど、濁ってるところだと森の先が見えないんで、1本抜いて2本分の長さで潜ったの。この3本分の長さで行ってたら取れた魚がめちゃくちゃいたんだよ。悔しすぎるとはいえ今更言っても仕方がありません。今ある装備でできる限りのことをやりましょう。で、この日本当に小魚がすごかったんですよ。嘘みたいに聞こえるかもしれないんですけど、水面から海底までぎっしりいるんですよ。これ沖行ってたらヒラマサブリクエ取れたな。いやーにしても小魚の群れめちゃめちゃ綺麗ですね。夕方の暗い海じゃなくて明るい海で見せたかった。と、ここで息も苦しくなり、一旦浮上することに。そしてなんとマサルは浮上中に魚を見つけてしまいました。千載一遇のチャンス。腹が減って仕方がない今。これを外すわけにはいかない。先行開始。狙うはおちょぼ口のこいつ。当たってくれー。ヒット。よしよっしゃ。さて取れたのはウマヅラハギだ。めちゃめちゃ美味しい魚ですね。いやー、開始10分で取れたんで幸先はめちゃくちゃいいですね。しかし日没まであと20分程度。あと 1,2 匹は取りたいところ。実はウマヅラハギに喜んでいる場合ではありません。状況はかなり切迫しています。あのサイズのウマヅラハギでは甘く見積もっても300キロカロリーしかありません。1日目からマサルが食べたエネルギー量はおよそ500キロカロリー。海底で待ってるとだいたい1台が寄ってくるのですが、全く姿を現しません。
いるのはメジナだけ。とっても1匹100キロカロリー弱しかありません。なぜか魚が全く様子を見せません。このままではかなりまずいです。ここでようやくイシダイの姿を見つけました。千載一遇のチャンスです。これを逃すわけにはいかない。ここでイシダイを発見。こっちを向いてるのがイシダイ。しかし射程範囲に入りません。そのすぐ後バカでかいキジハタに気づいたんで、そっちに狙いを定めることにしました。運任せで穴に逃げ込んだのを狙います。しかしそううまくはいきません。さてどうしたものですかね。もう暗くなってしまったのでさっきのが最後ですね。いやー、キジハタが取れてればね、かなり人生変わってたんですけど、いやー、なかなかうまくはいきませんね。冒頭でね、14日間人間は食わなくても死なないとかね、話してますけども、本当に14日間ほぼ絶食状態になりそうになってきてます。さて、こっからまた頑張って歩いて拠点まで帰ります。成果は、ウマヅラハギ1匹です。厳しいっていうか、出発が遅すぎましたね。結局40分ぐらい海入って、日が暮れて、今帰ってきましたね。もう真っ暗ですよ。早よ行けばよかったわ。そして、もう、魚をさばく記録がありません。今日はウマヅラハギ取れたんですけども、肝だけ生で食べます。で、身は明日の朝食にしましょう。これ手抜きとかじゃなくて、本当に体が動くことを拒んでる。えげつなくきつい。でも9日間ほぼ食事なしで海行ったらこうなるんやって思った。で、あと海は寒くなかったわ。20度以上あるな。全然寒くなかった。ビビりすぎてた。汲て、川にね、水を汲みに行きましょう。でも川が近くにあるのはね、ここのマジでいいところ。帰ってくるまで時間かかったんで、内臓の汁が出てますね。本当はね、この肝を取り出して、刺身と一緒に叩いて、それにね、ちょっと甘い醤油をね、かけて食べると、もう最高にうまいんだけどね。今日醤油がないのが悔やまれるね。なんかちゃんとした料理食いてえな。今中華料理食いてえな。降りるとこどこ？暗くてわかんない。ここ降りれんじゃん。こけそう。一発目のね、この汚い水は捨てましょう。マジで水きれいだよね。目が光ってる。でももうちょい沖行けば、ヒラマサとかブリとかいそうな環境だった。ヒラマサクエあたりね、狙えてた全然。時間がなさすぎたな。いいポイントだった。小魚、ベイトがね、めっちゃ湧いてて。なんかね、まな板がなくて、切り株でさばこうと思ってたんだけど、切り株どこだ？これか。これだ、これ。ここでさばきます。いいでしょう。これ水汲んだのは、切り株洗うためです。さて、洗いましょう。洗っても洗わなくてもあんま関係ないような気もするが。はい。では、ウマヅラハギを取った理由は、料理が簡単だからですね。こいつは、ここにね、切り込み入れて、パーってやったらね、もう、あとは焼くだけですから。こいつくせえな、肝が。海藻食ってんな。でも、これ、見てください。内臓脂肪が乗ってます。めっちゃ食ってるじゃん、こいつなんか。超、海藻だらけ。待って、ウマヅラハギの肝ちっちゃ！なんやねん。こんなちっちゃいんかい。待って、これ、俺、今から、クソでかいカワハギの肝を食べる気持ちでいたんですけど、ちっちゃ！嘘やー。食べてみるかなんか。生臭いね。生臭いな。やっぱカワハギじゃないとダメなのか、普通の。
まあ一応アニサキス当たったらね、クソめんどくさいことになるんで、アニサキスいないかだけ確認しときます。おりませんな。では、生肝いただきます。まあ、普通でございますな。まあ、強いて言うなら、普通のカワハギより生臭くて味が薄いですね。ショック。じゃあまあこれ内臓ね、取ったんで、これで明日もね、普通に食べれると思いますんで、明日焼いて食べましょう。ということで、9日目終了です。もう明日こそね、イノシシ、鹿、かかってると信じましょう。普段だったらな、45分海潜っても、なんともなくてピンピンしてるんですけど、ハードですね。超眠いんで寝ます。鹿が取れたら、もののけ姫でサンが明日かに食べさせてた干し肉作ろう。イノシシが取れたら、イノシシの生ハム作ろう。アナグマとか取れたら、丸焼きにしよう。ラーメン食いた。